ンドゾーン2。災害の爪痕残る被災地に食糧難が追い打ちをかけるがなんとか復興作業をした我らが白霊号。マリサーヒルズがボロッボロで役に立たない。もう我慢ならん。新たな町を建設だー。白霊号もやっと食料に余裕できてきたし、村人に浴場を建設してあげよう。効果範囲は建物を中心に家5軒くらいの距離かな。村人アイコンニッコニコ。マリサーヒルズでやっと鉄鉱石10個が掘り終わったので鉄精錬所の研究を開始。さあ鉄を売りまくって大金持ちになるぞ。こそーり。遺体遺棄現場に戻る人影。実験の結果遺体は遠征ポイントに放置可能な模様。使われてたご遺体はスタッフが丁重に葬りました。遺体が増えた時に他のセクターで処理するのは便利ですね。私のところにも墓地を建設しときますね。助かるー。この合理主義者どもめ、亡骸は故郷で弔ってやれよ。故郷行ってもまだ15日目ですし。そうだった。白霊運送でーす。お荷物お持ちしました。建材の搬入完了。直ちに建設に取り掛かります。前回鬼のように建設予定出してたが、こうやって荷物搬入してから建設する感じなのな。まあ一気に建てても人手不足になるよね。労働者の増加を確認しながら、育児職場を増やしていきましょう。疫病が発生しました。って私のヒルズじゃねえか。この前干ばつしたばかりなのにまたかよ。よし埋めてごまかそう。怒りの葬儀やフル稼働。やべ薬局立ててなかった。せっかく私が事前にワクチンを送ったのに意味なし。意図かなし。なすすべなく早速6体の遺体が運ばれてまいりました。なーむ。ご冥福をお祈りいたします。さて探索で修理工場のトラックの修理。ゴムを使ってタイヤを修理。前回から頑張ってるがなかなか進まんな。天候が変わりそうです。ただでさえ疫病中なのに。鉄の研究完了とともに干ばつのお知らせ。こりゃ急いで準備しなきゃ。と思ったら白霊号の貯水余裕の4000超えでございます。食料もあと少しでいっぱいになりそうなので、走行、立てまし。地道なアップグレで保管量も結構増えたな。給水塔もホイットな。疫病終了間近、積み上がってるご遺体は14体、差し入れにレンガを差し上げよう。サンクス。そして疫病終了寸前で気づく、マリサコの薬局ワクチン作る方で配るやつじゃないよ。なんで薬局2種類もあるんだよ。結局別の場所にワクチン配る方の薬局を建てることに。紛らわしいんじゃボケー。まあ疫病もう終わるし気にしない。アプデで修正求む。あよいしょ、鉄製の工具でトラック修理。貴重な工具が3個消滅。さてお次はバンパーット。あちゃー、工具が足りないや。うちのレイムさんは修理するたびに工具は使い捨てるロックな生き方をしています。仕方ないで直しましょ。マリサーヒルズに薬局ができたぜ。もう疫病収まってるけどね。ぐだぐだ。疫病のお見舞いに水と食料をご提供。干ばつ前にすまねえ。ダメヒルズが開発の足を引っ張ってるであります。お礼に疫病の病原体サンプルを差し上げよう。低体の処理をしつけないでよ。この前お前も送ってきただろ。干ばつが来たぞ。水も食料も準備 OK。かかってこいやー。追加で作った倉庫もぎっちり。これならきっと楽勝だぜ。いのー、ちの水。てかこんなカッサカサになってるけど、干ばつ後魚絶滅しないのか？白霊号の魚は水があれば自然と無から湧くから大丈夫。それはそれで怖えな。いい感じに森も育ったし、干ばつ中も採集小屋で食べ物も安心。って思ってたんだけど干ばつ中は採集小屋も機能しなくなるみたい。干ばつ中の食料の調達は難しそうだな。取りマイドは稼働してるみたいだけど、稼働してない施設の労働力がもったいないな。割り当て解除して建設でもさせるか。だらば移動、建てまし。土地の余ってるセクターだったら、干ばつ用に井戸たくさん作っとくのもいいかもな。そうだいい機会だし、干ばつ中だけど東にある池を一気に工事だー。カッサカサになった池に桟橋と漁場を一気に建てるぞ。こんな感じになりそうろー。一気に15軒くらい建設か？つかこんなに建てても人足りなくね？足りなかったら人口を増やせばよーし、水と食料があればなんとかなら多分。適当だな。おっと色々やってて研究忘れてた。適当に公園をアンロックと。周辺の住宅の魅力を向上するらしいが、現状なくても何の問題もないから建てる意味がわからんな。干ばつ残り3分の1程度だけど思いのほか水がやばい。よし、余ってる大人どもを発展目まぐるしい用務員に送ろう。干ばつ中の水の消費を減らす小細工入りまーす。使うちも労働力欲しくはあるけど家がねえ。
そっちは総人口80人になったけど未だにパッとしない感じだね。もう家を建てるスペースがねえぜ。タワマンを今すぐ建てさせろ。ヒルズ族やぞ。いやあんたの村人鉄鉱石掘ってるだけの甲府だし。しょぼい小屋だけで土地が全部埋まっちまった。白霊号の移民を受け入れる体制の準備をします。追加の建材とかは送るんでうちの村人をよしなに。食料不足です。ついに来てしまったか食料難。白霊号の備蓄足りなかったか。って食料足りてないのマリさんとこじゃん。緊急事態ですので私のところから水と食料を送りますね。白霊号からの移民の受け入れもあるのにすまねえ。マリサのところは干ばつとか来てないんだからちゃんと食料とかは自分で用意しなさいよ。全処しまーす。物乞いヒルズ。干ばつ残り1分半、食料枯渇まであと1分。地味にきつい。無傷で災害乗り越えるのは厳しい世界だぜ。仕方ねえ、ヒルズに漁場を増築だ。この池北側が山で建設不可だから、もうこれ以上漁場が増やせない。人口も食料生産も限界が近いぜ。改装16日、マップの全てを制覇したぞー。遠征ポイントはちらほら未探索部分があるから、あとはこれをしらみつぶしに調べるだけだぜ。それではバッテリーがなくて調べられなかった、原子炉建屋にリベンジだー。放射能めっちゃ出てそうな危険地帯に突入だ。ならばバッテリーをセット。手慣れた犯行でエレベーターの修理成功。犯行言うな。スカエレベーターに原子炉の蓋があるんだが。もしやこれは。どう見ても開いてちゃいけない原子炉のコアが開いちゃってるように見えるけん。原子炉から大量の放射線が出ています。ガイガーカウンターもギュングン反応しております。明らかに原発事故ってやがる。この世界は私が救う。燃料棒を冷却プールに格納。蓋をして原子炉を封印だー。廃品回収という名の空き巣の常習犯が、突如世界を救うため放射線源の封鎖をした。放射線源が封鎖されました。これ以降、マップ全体での放射線量の上昇が軽減します。放射線災害一度しかまだ食らってないんだけど、対策とかする前になんか終わった感じ？我らは放射能から解放されたのだ。私が世界を救ったんだー。もうこれで最終回でいいんじゃねえか？いや人口1000人もまだまだだし全然最終回ちゃうよ。ですか。それでは荷物を回収、白霊号に帰還するぞ。原子炉は封印され被爆量は大幅に低減されました。よく見ると放射能のアイコンのやつに低減してますっぽいのが追加されてるねー。もしかしたら最大汚染量が減っただけで、今後も放射線の災害は来るのかもしれねえな。今後も注視せねば。防護服は生産続けた方が良さそうだ。こらバース、運転下手くそか。などと蛇行運転を眺めてたら移民を乗せたバスの水が枯渇。おい。干ばつの水不足で喉が渇かないように移住させるつもりがなんてこった。安定のやらかしー。だー、一人行ったー、バス急いでー。引くも地獄進むも地獄。用務員に到着。うわなんですかこれ、みんなカッサカサじゃないですか、スタッフー。移動の物資をケチった結果、30名中8名が帰らぬ人となった。停滞がないぞ。途中で捨ててきた。すがすがしいほど逃げ道、これがうちのレイムさんだ。用務員の居住スペースは25人、このままではホームレスになってしまうので家を建てましょう。来るの分かってたんだから事前に建てとけよ。到着前に子供で埋まります。この世界好きあらばちょめってやがる。だー、バンパー取り付けたけど今度はエンジンがねー。まだやってたのかそのトラックの修理。エンジンなんてどこにあるんだー。ここまで修理してエンジンねえとかくさ。めっちゃ探したら隣の建屋にあったよ。理不尽にめんどくせえクエである。これで動かんかったら許さんぞ。そしてもう何本目かわからない鉄製の工具を使い捨てるレイム。よっしゃー、トラック修理成功だー。どうやら湿地も走れるキャリアを手に入れたぜ。積載量はバスと同じ8スペース。これは廃品回収もはかどるな。まああとちょっとで全ての廃墟からになるけどね。しれっとマップ完全制覇手前じゃねえか。てへ。道路に置かれた遺体、24体。7、干ばつが終わってもう大丈夫だと思ったのに水がないじゃないか。あ、水の運搬車割り当て戻すの忘れてた。完全にお前の人災じゃねえか。ごめんちゃい。ではうっかり干ばつ後に労働者の配置を戻すのを忘れて水食料を枯渇させて焦りつつ今回はここまで。面白かった。続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。元気の源です。放射線漏れの封印に成功するも、色々やらかしてボロボロになった白霊号。果たして彼女はちゃんと復興ができるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、また。
たねー。